く寝れるな。足元も広い。こんにちは。こんにちは、ウマホ夫婦です。今回はこのベッドをエブリィの寝室全面に拡張したいと思います。このベッドはテーブル兼収納にもなっていて、こんな感じで展開ができます。またこのベッドは3つに分かれているので、好きなところをこんな感じでテーブルにできるので、例えば真ん中だけを展開して2人で向かい合わせになってご飯を食べたりとかもできたりします。それで寝るときはこのベッドを全部展開して寝ているんですけど、これでもやっぱり寝れるけどちょっと狭さは感じるんだよね。うん。そういうのもあって、この壁ギリギリまで拡張して寝れたらいいなということで、今回はそこをやっていきたいと思います。そして拡張方法といってもすごく簡単で、まずはベッドをこのように展開している状態なんですけど、それを壁ギリギリまでずらします。するとこっち側にこんな感じで空洞が生まれるんですけど、そこを今回新たにカットしたこの木の板で埋めます。するとこんな感じで横全面のベッドができました。ただここだけ少し足の部分がないので、はい。これを使って足にします。これはスローワーのフォールディングスツールデラックスカジノという商品なんですけど、こういう感じで展開して使うスツールになります。これはよくキャンプの時とかにこの上にクーラーボックスを置いたりとか、あとはこの上に座ったりとかして使うものになるんですけど、静的耐荷重が180キロ、動的耐荷重が125キロというものになっています。これがなんとこのベッドの高さにちょうどいいサイズなんだよね。いや、よく見つけたよね。たまたまエブリィの後ろでこれに座ってなんかのんびりしてたんだけど、ふとなんか思いついて、もしかしたらベッドの高さにちょうどいいかもって思って、合わせてみたらなんか見事ジャストフィットで、これだってなって。ナイスだな。はい、じゃあ実際に設置してみたいと思います。はい。はい、こんな感じで拡張完了です。はい。そこ頑丈になった？強度もしっかりあるので問題なさそうです。ということでベッドを拡張した部分にクッションを乗せました。ただ追加した部分にクッションが足りないので、そこのクッションは新たに作りました。ベッドの拡張に合わせてマットも作ります。作り方は前回と同じで、マットレス、ウレタンクッション、板、布で作ります。布のサイズは板のサイズに対して各15センチずつ大きめに切りました。ここを切ります。はい、拡張用のマットが3つ完成しました。はい、ということでこんな感じでベッドが完成しました。すごく広くなったよね。広くなった。前までは
このぐらいの幅で寝てたからうんすごい狭く感じてたけど、やっぱりこれだけ伸びるとだいぶ違うね。ね。これで120くらいだからうん、セミダブルぐらいかな。になったと思います。いい。いい、なんか家で寝てる感じになった。うんあとはこのクッションが滑ったりとかしたので、裏にゴムをつけてみました。取り付け方は同じくタッカーで打ち付けているだけなんですけど、これしただけで本当にクッション全くずれなくなって、うんもう寝心地も最高になりました。ね。はい、以上でベッドの拡張作業の終わりです。これでだいぶ快適に寝れるようになったと思います。今後もエブリィで車中泊していく中でいろいろ改善点が出てくると思うので、日本一周に出るまではいろいろカスタムを続けていきたいと思います。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画で。バイバイ。